皆さんこんにちは、オッキーです。ニューヨークではまだ気温1桁台の寒い日が続いています。今週もまだ雪の降る日がありそうです。さて、今日はアメリカの卵について詳しくお話しします。皆さんは卵を買おうとスーパーマーケットに行ってみたら、いろんな種類のものが並んでいて、一体どれを買ったらいいのかと悩んだことはありませんか？卵のパッケージにはいろんな情報が表示されています。例えばこちら。まず気になるのは値段。こちらにはグレード A と書かれています。エクストララージというサイズの表示もあります。フリーレンジというちょっと聞き慣れない単語も。オーガニックという表示も気になりますよね。ではまずはサイズから見ていきましょう。アメリカで市販されている卵には6つのサイズがあります。一番小さいサイズは店頭ではほとんど見かけません。残り5つは小さい順にスモール、ミディアム、ラージ、エクストララージ、そしてジャンボです。これは重さによってサイズが決まるのですが、1個あたりではなく1ダース12個での重量を目安としているので、同じ12個入りのカートンの中にもこんな風に大きめのものと小さめのものが混在していることがよくあります。ちなみにベーキングのレシピでは L サイズを使うことが多いです。平均的な鶏が産む卵のサイズが L サイズだからです。サイズが違うからといって中身の卵の味が違うということはありません。鶏の種類や個体、年齢により産むサイズが違ってくるようです。サイズの次はどんな表示を見ればいいでしょうか。情報がありすぎます。なんだかとっても良さそうな響きのある言葉も書かれています。例えばオールナチュラル、ファームフレッシュ、ノーホルモンなど。でも実はこれらはあまり意味のない表示なのです。オールナチュラルといっても卵はもともとが自然素材。こう書いてあるからといって何か特別な意味があるわけではありません。ファームフレッシュ、農場の新鮮な卵というイメージですが、これも実際の鮮度の目安にはなりません。ノーホルモンズ、卵を産む鶏にホルモン剤を使っていないというのは確かに良いことですが、流通しているすべての卵はその卵を産む鶏にホルモンを使用することは米国農務省の規定で禁止されています。だから当たり前のことをわざわざ書いてあるだけなのです。では意味のある表示には何があるでしょう。 No antibiotics、 抗生物質を使っていないという表示があれば、薬に頼らず健康な鳥を育てているということが予想できます。Vegetarian Diet、 植物由来のみの餌で育てているということで、餌へのこだわりが感じられます。Non-GMO、 遺伝子組み換えなしということです。餌に遺伝子組み換えされた製品を使っていないとわかります。例えばこちらのブランドは No pesticides, no hormones, no GMOs, no antibiotics と殺虫剤を使っていないということも明記してあります。一方こちらの卵はあまり何も書かれていません。ちょっと残念ですね。でもこの卵にもセールスポイントがあって、それはまず値段。2ケースで5ドルと格安です。そしてもう1点注目すべき表示がこちらのグレード表示、グレード AA となっています。では卵のグレードについて見ていきましょう。 USDA が定めるグレードは3段階、上から AA、A、B となっています。 USDA とは United States Department of Agriculture、 米国農務省のことです。卵のグレードには3つありますが、店頭で販売されているのは AA と A だけです。その中のほとんどがグレード A、時々グレード AA があるという感じです。そしてこれらのグレードは基本的に卵の見た目で判断されます。卵の形や殻の表面の厚み、色ムラなど、きれいな形で良い殻のものに高いグレードがつきます。いびつだったり表面に凹凸のあるものは B 判定です。割れているものにはグレードはつきません。中身についても見た目で判断します。割らずに光にかざしてみて、白身と黄身の割合を見たり、あるいは割って白身の弾力や透明度、黄身の盛り上がりを確認します。
殻の中の空気が少ない方が高いグレードですが、これは新鮮かどうかということとは無関係です。グレード B のものは見た目が悪く、消費者に敬遠されるので、店頭での販売はされず、加工用の材料として出荷されたり、このようなパック詰めの液体卵として売られたりします。グレードは USDA が指標として定めていますが、実際に判定するのは生産者自身のことが多いので、あくまでも一つの目安と捉えるのが良いでしょう。何でも自分の目で見て判断するのが一番。アメリカではケースの中の卵が割れてしまっていたりすることも多いので、買うときは必ず箱を開けて中を確認することをお勧めします。もう一つ USDA が表示の基準を定めているものにオーガニックのラベルがあります。こちらの卵にも USDA オーガニックの表示があります。こちらも USDA オーガニック、そしてその隣にアメリカン・ヒューメイン・サティファイドというラベルも、こちらも同様に2つのラベルがついています。こちらの卵には Certified Humane というラベル、こちらにも同じラベルがありますね。これは政府、つまり USDA の公認ではないけれど、様々な民間の認定組織が独自に定めた基準を満たしているという印です。USDA オーガニックのラベルをパッケージに表示するには、定期的に厳格な基準に合格するための認定検査を受けねばならず、時間もお金もかかるのです。そのため、オーガニックの飼育をしていても、USDA オーガニックとは表示していない卵もあるというわけです。良い卵のためには、鶏が健全な飼育をされているということがとても大切です。飼育方法の表記には次の3つがあります。Cage Free、Free Range、そして Pasture Raised です。それぞれを詳しく見ていきましょう。まずは Cage Free、檻に入っていないという意味なので、鳥たちはのびのびと動き回っているのかと想像します。でも実際には屋外に出ることもほとんどなく、鶏舎の中でものすごい数がひしめき合って暮らしているというのが現状です。多少は動き回ったり、羽ばたいたり、止まり木に飛び移ったりするぐらいのスペースはあっても、1羽あたりにどれだけのスペースと定義されているわけではありません。では、Free Range、放し飼いという表記の場合はどうでしょう。鳥たちは1日の中で外に出る時間もあり、鶏舎から外に自由に行き来できる環境にあるというのが前提です。しかし、どのぐらいの時間外にいるとか、どのぐらいの空間が確保されているとかの定義があるわけではありません。最後の Pasture Raised は放牧飼育のという意味です。これもはっきりとした規定があるわけではありませんが、基本的には鳥たちは多くの時間を屋外で過ごし、地面の草や虫なども食べて育ちます。広い柵に囲まれた放牧エリア自体を一定期間ごとに移動させることで、鳥たちは常に青々と草の生えた場所で暮らすことができます。これらの卵のパッケージにある写真やイラストのイメージがそれを表しています。私はよくトレーダー上手で卵を買うのですが、USDA オーガニックと書いてあるフリーレンジのものか、Pasture Raised と書いてあるこちらの卵のどっちを買うか迷ったりします。悩む要素の一つには、やはり日付もありますね。卵の消費期限の表示はとてもわかりにくく、Use by この日までに使うこととあったり、Best by この日までに食べるといいよとあったり、統一されていません。このトレジョの卵は Best by も Use by もなく日付だけ。でも実はここを見ればどの卵が新鮮かを一目で見分けるポイントがあります。それがこの右下の3桁の数字。卵のカートンにはどこのブランドのものであっても必ず Julian Date という3桁の数字を記載することが決められています。Julian Date は001から365までのどれか。実は001の1月1日から始まって12月31日の365まで順に数字が大きくなっていきます。卵をパッケージ詰めした日付をこの3桁で表示するので、数字が大きいものほど新しくて新鮮ということがわかります。例えばこの卵には027とあります。つまり日付は1月27日。
購入したのは1月31日だったので、比較的新鮮な卵だということがわかります。ジュリアンデートの表示は少し見つけにくい時もありますが、ぜひチェックしてみてください。さて、もう一つ気になるのは栄養価。こんな風にビタミンやオメガ3を売り文句にしている卵もあります。卵は通常1個あたり 30mg 程度のオメガ3脂肪酸を含んでいます。鳥に与える餌などによりオメガ3の含有量を増やした卵もあります。オメガ3を積極的に摂取したいなら、こういう卵を選ぶのもいいでしょう。こちらはオメガ 3,125mg、こちらは 300mg、多いものは 600mg ぐらい含んでいることもあるそうです。その他の栄養素に関しては、パスチューレイズド、放牧飼育の卵はビタミン E、A、ベータカロチン、オメガ3、葉酸などをいずれも一般的な卵より多く含む一方で、コレステロールや飽和脂肪酸などは少ないというデータがあります。その他の表示としてコーシューと書かれているものもあります。これはユダヤ教の食の戒律に沿った食材であることを示しています。でも基本的にほぼすべての卵はコーシューな食べ物と考えて良いそうです。卵の殻の色の違いは中身とはあまり関係ありません。ブラウンエッグの方がヘルシーな卵というのもあくまでイメージです。卵の殻の色の違いは鶏の種類が違うだけ。でも白い卵を産むホワイトレグホーンという品種は早く成長し、餌も無駄がなく、体は小ぶりで気候の変化にもよく適応し、白い殻の卵をたくさん産むということでコストを抑えた生産ができるということから、白い卵イコール安い卵イコール普通のこれといって特別ではない卵と思われているのかもしれません。ニューヨークを含むニューイングランド地方と言われるアメリカ北東部では、伝統的に茶色い殻の卵を産む品種が多かったため、スーパーで見る卵も茶色いものの割合が結構高いように感じます。ところで、アメリカの卵は生で食べてはいけないと言われています。日本では卵を生で食べることを前提としての賞味期限を設定して販売されていますが、アメリカでは基本的に卵を生で食べる習慣がないので、表示されている賞味期限もとても長く、45日間ほどとなっていることもあります。アメリカでは卵はサルモネラ菌に汚染されている可能性があるため、食中毒を防ぐには必ず火を通して食べるものという認識があります。実は鳥は卵を肛門から産みます。糞をするところと同じ出口から卵が出てくるため、産みたての卵の殻には菌がたくさんついています。これらの菌を取り除くため、卵は出荷される前に必ず機械で洗浄されます。でもこれには落とし穴があって、実は卵の殻が本来持っているバリア機能を取り去ってしまうことにもなってしまうのです。卵の殻は本来髪の毛のキューティクルのようなブルームと言われるもので覆われていて、これが卵の殻にある無数の微細な穴からのバクテリアの侵入を阻止し、中の水分が失われるのを防いでくれています。でも洗浄することによってこのキューティクルが失われてしまうので、かえって菌が侵入しやすい状態になってしまうのです。サルモネラ菌は摂氏4度以下では繁殖せず、また71度以上で死滅するので、きちんと冷蔵管理をして食べるときは加熱処理をすれば心配はありません。アメリカではそもそも生で卵を消費する前提がないので、冷蔵保存に関しても日本に比べるとそこまで慎重に扱われていない気がします。以前、真夏の炎天下に冷蔵トラックから積み荷を店内に運び込む作業中、卵要冷蔵と書かれたコンテナが結構長い時間表に放置されてしまっているのを見て心配になったことがあります。アメリカではよっぽど流通経路や品質管理が確かな卵でない限り、生で食べることはお勧めしません。特にお子さんや妊婦さん、年配の方や免疫力の低下している人は避けた方が良いでしょう。でもどうしても生卵を食べたい、生卵を料理に使いたいという時は、パスチュライズドエッグというものがあります。ズバリ、低温殺菌済みの卵です。このパスチュライズドという言葉は牛乳のパックにもよく書いてあります。フランスの細菌学者パスツール博士の名前から来ています。ワインやビール、牛乳の腐敗を遅らせることのできる低温殺菌法を開発した方です。
先ほど出てきた pasture raised 放牧飼育のと似ているけれど全く違う意味の言葉なので間違えないようにしましょう。ただ低温とはいえ熱を加えていますので pasteurized eggs は白身が少し濁っている感じで卵を泡立てて使いたいベーキングのレシピなどには向いていません。私はアメリカでは生卵は食べないようにしていますが、目玉焼きのとろっとした黄身が好きなので、なるべく pasture raised eggs 放牧飼育の卵を使うようにしています。放牧飼育された鶏の産んだ卵の方が、囲い込まれたケージで産んだ卵よりも糞にまみれることが少ないだろうからという観点からです。放牧飼育をしているファームなどでは、今朝産卵したての卵なんかを洗浄せずに販売している場合があります。そんな卵は購入して家に帰ってよく洗ってすぐに使えば比較的食中毒のリスクは低いと言えるかもしれません。ただし日本でもアメリカでも卵の種類に関係なく何事も自分で判断し自己責任でどのように消費するかを考えることが大切です。いかがでしたか？皆さんがアメリカで卵を買うとき使うときのご参考になれば嬉しいです。動画へのいいねボタン、コメントなどよろしくお願いいたします。これからもアメリカの食材に関する動画などを作っていきたいと思っています。よろしければチャンネル登録をしていただけると励みになります。じゃあまたね。